ニビニの新宿舎はアイノスに。一つ屋根の下の共同生活で深まる夫婦の愛はステイも邪魔できない。デビュー当初は8人で過ごしていたスキズでしたが、少し前までは4人ずつの宿舎で過ごしていました。しかし最近宿舎を引っ越し、今では2人ずつの新宿舎で過ごしているメンバーたち。現在の部屋割りは、ミソ、キョニビニ、デンニャン、親子ずと最高のケミが大渋滞の組み合わせで、ステイの妄想も膨らみます。新しい宿舎に引っ越してからしばらく経ち、メンバーから新宿舎エピがだんだん公開されてきています。ミソももちろん激アツなのですが、今一番ラブラブなのがヒョニビニ。チャンビンは YouTube コンテンツで、今が一番ラブラブな時期ですが、とまるで同居し始めたカップルのような発言をしていました。仕事が忙しくてお互い時間が取れなくて、落ち着いたらまた2人で一緒に宿舎で和やかな時間を過ごさないといけません。と忙しくてヒョンジンとあまり一緒に過ごすことができない不満を画面越しのステイに話していました。ヒョンジンのことが好きすぎて、寂しがり屋になってしまうチャンビンが可愛すぎます。ヒョニビニって、チャンビンがヒョンジンにラブコールを送っているイメージが強いですが、実はビッグラブなのはむしろヒョンジンの方。ヒョンジンも YouTube コンテンツで、僕とチャンビニヒョンが新婚生活を始めました、とドヤ顔で話していました。お互いが新しい宿舎での生活を新婚生活だと思ってるなんて相思相愛すぎる。ワンキッズルームのヒョンジン会では、ヒョンジンのことは僕が知り尽くしていると言わんばかりに、チャンビンがヒョンジンの普段の生活の様子をお話ししてくれます。絵を描くことが大好きで、美的センスの塊なヒョンジン。チャンビンによると、ヒョンジンはゴミ箱一つにしてもインテリアとして考えているのだとか。新宿舎に引っ越した時に、チャンビンがネット通販でゴミ箱を買おうとすると、いやゴミ箱は僕が買うよ、と言われヒョンジンに任せたんだそう。ですがいつまで経ってもゴミ箱が届かないため、ヒョンジン、ゴミ箱いつ届くと聞くと、あと3週間はかかると思うよ、と一言。ゴミ箱一つを選ぶにしてもこだわり抜いているヒョンジンにメンバーもびっくり。ハンも、どんなものなのと気になっていました。美しいゴミ箱のためなら3週間も苦に感じないヒョンジンさすがすぎます。その間はゴミ袋を直置きなのでしょうか。ヒョンジンがこだわり抜いて選んだゴミ箱は、チャンビンがゴミ箱どこだっけと探してしまうほど見た目がゴミ箱っぽくないんだとか。家具を買うときは、すべて正確に長さを測ってから購入する派のヒョンジン。とりあえず買って合う場所に置くという正反対のタイプの班はヒョンジンに感心していました。インテリア一つ一つにこだわっているヒョンジンは、テレビ台があった後を隠すために絵を描いたんだとか。絵を飾るための額縁のサイズもボサなくぴったりと合わせて飾ったようで、ヒョンジンの美に対する情熱がインテリアからも伝わります。新婚生活においてチャンビンは、ヒョンジンの会話についていけるように、以前まで全然興味を示していなかったアニメを最近見ているんだとか。好きな人と共通の話題を作るために頑張る乙女で可愛すぎる。ヒョンジンを愛してやまないチャンビンは、ヒョンジンといるといつもご機嫌。見つけたストレイキッズというバラエティ番組で、2人ペアを組んでいろんなミッションに挑戦していくのですが、なんとヒョンジンは自分のペアにチャンビンを選んだのです。ヒョンジンが自分を選んでくれたと知り、嬉しさが隠しきれないチャンビン。いろいろなミッションに挑戦していくのですが、A4 サイズの紙の上に2人でより長く乗れた方が勝ちというミッションが、他のチームは向き合った体勢でミッションに挑戦する中、ヒョニビにはなんとおんぶをしたのです。おんぶをしながら2人で楽な体勢を探し、ミッションを続けます。最後は笑いに耐えきれずバランスが崩れてしまうのですが、このミッションではヒョニビには2位。なんと、チャンビンはこの状態で8分間もヒョンジンをおんぶしたのです。チャンビンは、ヒョンジンを8分間もおんぶできたことが相当嬉しかったのか、後日配信された YouTube コンテンツ、トーカーで、大変だったけど、幸せでした。ヒョンジンが僕の後ろにいるから、なんだかドラマのワンシーンみたいな、と嬉しさダダ漏れのチャンビンでした。身長180センチ近く、いや2メートルもある成人男性を8分間もおんぶできるチャンビンの筋力恐るべし。これも愛の力なのか。一見チャンビンの愛が重めに見えるヒョニビニですが、ヒョンジンのある爆弾発言でジニのチャンビンに対する思いが明らかになります。音楽番組、人気歌謡で、ジャムを披露した時の出来事。この日はチャンビンの誕生日で、曲中にリノが突然、チャンビン、誕生日おめでとう、
とサプライズでアドリブを入れたのです。これを聞いたチャンビンはニッコニコ。周りで聞いていた他のメンバーも思わず笑ってしまいます。そしてこの日のエンディング妖精はヒョニビに、ヒョンジンが先にカメラに抜かれるとなんと、僕の妻、ソチャンビン、誕生日おめでとう、とチャンビンのことを妻と呼んだのです。この後にカメラに抜かれたチャンビンは、誕生日おめでとう、かわいこちゃん、と自分の頭を撫でながら自分の誕生日を祝います。これを見たステイは、自分の嫁をアピールするヒョンジンかわいすぎる、リニが嫁のヒョンジン羨ましい、という声が。ヒョンジンは、ある日のインスタライブ配信中にステイから、パスタは嫁と一緒に食べたのと質問されます。すると、嫁が誰なのかは触れずに、すぐにチャンビンとのエピソードを話し始めたのです。もうヒョンジンの頭の中で嫁イコールチャンビンになってるの尊すぎる。ヒョンジンビッグラブなチャンビンになんとライバルが登場。そのメンバーは意外に森野なんです。普段は仲良しなチャンビンとリノも、ヒョンジンが絡むとお互いに恋のライバルになってしまいます。ステイの5歳の誕生日を祝うために行われた YouTube 配信での出来事。メンバーたちはジェンガを引いて、そのジェンガに書かれたミッションを達成していくというゲームをしていました。隣同士のリノとヒョンジンは、偶然2人でクリアしないといけないミッションをお互い引き、2人で仲良くミッションを成功させていました。ですがこの状況をチャンビンが黙って見ているはずがありません。すぐさま、なんでずっと右のメンバーなの？席変えてください。とヤジを飛ばしてリノを羨ましがります。リノとヒョンジンが2人でラブラブミッションを遂行している時も、席が気に入らないです。とブツブツ小言を言います。ついにマンネの愛演技も、怒らないで、となだめられてしまうチャンビン。チャンビンがヒョンジンに対して一途すぎて、思わず応援したくなっちゃう純愛さ。メンバー内からモテすぎるヒョンジン、魔性の男すぎる。波乱万丈な新婚生活、ヒョニビニの新宿舎での新婚生活に幸あれ。これからの宿舎エピにも期待です。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。